どうも、岡本志音です。この企画ではいろんな方のお仕事を手伝いながら、その人の人生、冒険談について伺っていきたいなと思っています。ゲームみたいに人生においてもいろんな成功だったり失敗みたいなのがあると思っていて、そういういろんなイベントを聞けたらなと思ってます。今日はそんな冒険をしている人に会いに来ました。この自然と空と、だいたいお察しのいい方はね、お気づきなんじゃないでしょうか。今日はこちらに来てます。お疲れ様です。お疲れ。兄貴、お疲れ様です。お久しぶりですって言いたいところですけど、一昨日ぶり、そうだね。ありがとう、外へは。ありがとうございます。楽しかった。ね、お仕事を通してちょっとタカ君の人生という冒険の冒険談を聞けたらなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最初に簡単に自己紹介と、あとご職業聞かせていただいていいですか。わかりました。中村孝之です。年齢は40歳です。職業はないというか、職業という職業今僕ない。あえて肩書きはつけてない。肩書きは今ないですね。こうやって農業やったり、もう今年でプロスノーボーダーは引退しちゃったんで、お疲れ様です。ありがとうございます。肩書きも今はちょっと下ろしてというか、であとは自分のやってるブランド、今ブリュー企画っていう名前で競技会もやってるんで、イベントにそれで出店したりとか、そんな感じで職業という職業は今ないですね。全然いいですね。タカ君らしいというか、職業中村孝之みたいな。人間職業人間です。じゃあ今日はそのただの人間のお手伝いをしにやってまいりました。そうです。ここから今日ちょっとお手伝いをできればと思ってるんですけど、どんなお仕事とかを手伝えば。今日は一応今機械で、さっきトラクターで植えたんで、ただちょっと機械でも植えれないところがあるんで、そこをちょっと手で一本一つ一つ植えていく手伝いをしてもらおうかなと思います。了解です。よろしくお願いします。お願いします。靴下脱ぎながらで恐縮なんですけど、早速質問させていただければと思います。1個目の質問が、この仕事を始めたきっかけはっていうのを聞いてるんですけど、でもタカ君の場合、特に肩書きはないっておっしゃってましたし、いろいろこれまでにもプロスノーボーダーとしてももう20何年ですか。そう、20年かな。20年ぐらい。20年やってきましたけど、でブランドもやってるし、畑仕事もやってるし、最初スノーボードについて始めたきっかけみたいなの聞いてもいいですか。スノーボードを始めたきっかけは、今長野じゃないですか。でうちの家族は週末スキーに行く家だったから、ウィンタースポーツが好きで、そのうち兄貴がプロスノーボーダーを目指し始めて、やっぱり兄貴に憧れてたから、俺も背中を追うような感じで、いいな、かっこいいなと思って。でも本当子供の頃からそういう環境にいて、お兄さんも目指しててみたいな。俺も自然とやっぱりそっちの道を目指してた。そうですよね。テラハの時もね、こういう話聞いてたんで、初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけど、幼稚園のね、卒園文その本みたいな文集みたいな。あそこにもうスキーの選手って書いてあって、後からそれを見た時に、この時からへえみたいな。それは自分でもびっくりというか。タカ君の幼稚園の頃か。可愛かったんでしょうね。いやー、クソガキだったと思うよ。タカ君に言わせれば。今でもクソガキみたいな感じだけどね。いや、そこがやっぱね魅力でもあるんで、タカ君の。テラハいた頃から実家のお手伝いで農業されてましたけど、そうだね。もう子供の頃からって感じですか。そうだね。草むしりしろとか、田んぼ仕事できること子供の時から手伝って、夜ジュース買ってもらえるみたいな感じの家で育ったから、もちろんね、お米はもう大事な食料だし、野菜とかもやってますもんね。野菜もやってる。じゃあ一年中割と畑仕事とかはある感じですか。もうほとんど基本親父がメインでいろいろやってる中で、
田植えとか稲刈りとかそうやって手が必要な時にはもう積極的にこう手伝って、やってて、ただ給料的なものはないんですよ、一個も。だからそういう意味では仕事っていうのがよく分かんない。仕事っていうものがお金をもらうっていうことが仕事っていうのであれば、これは仕事じゃなく手伝いなのかもしれない。生活というか、そう生活の一部。そうでもやっぱり食い物を直接作るっていうことがすごいシンプルでいいなと思ってて、結局僕たちってお金を得たらそれでご飯を買うじゃないですか、じゃなくて直接ご飯を食うものを作るのがシンプルな生き方の一つだから、生きることに直結してるって感じですよ。そうブランドもね、俺も出会った頃からそうだね、ブリュークローズとしてやってましたけど、やってたプロスノーボーダー始めた頃からって感じなんですか？途中から？そう、プロスノーボードやりてって、そこから、アパレルを始めたんだよね、受注で手作りでやってるから、オーダーが入ればその都度プリントして送るみたいな感じでやったりとか、イベント回ってお客さん来てもらってその場でこう楽しんでもらうみたいなやつはやってる。本当に人間やってますね、いろんなことやってるけど、でも割と昔ながらの生きるっていう姿に近いというか。そうだな、難しい仕事とかできないのかなんだろう。でも一番大事な根本を抑えてるような気しますけど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、早速お手伝いしながらやってみようか。またちょっといければと思うので、やろう。次この仕事を続けてきた理由っていうのを聞いてるんですけど、でもタカ君の場合ね、人間を続けられた理由を聞くのもおかしな話ですけど、それこそスノーボードだったら、今年引退されたわけじゃないですか、ここまで20年間だって40歳で現役って結構普通ですか？いやスポーツ選手としては40歳はプロとしてはなかなかどうでしょうね。できるとは思うんだけど、スキーの選手になりたいって思って、でそれがスノーボードになってプロスノーボーダーになれて、スノーボードを続けてきて、もうスノーボーダーなんだっていう意識で生きてきたわけよ。アイデンティティの一つというか。そうスノーボーダーらしく、プロスノーボーダーとはとか、ずっとそういう風に、例えばそれがファッションに現れた時とか、そのライフスタイルとか。タカ君のイメージってやっぱ横乗りの横乗りって感じでしょ？そうあるっすもんね。そうでしょ。それを40になった時にある種さらになりたかったっていうか、自分像っていうものを本当にその横乗りとかスノーボーダーとして自分を認識してたから、変えたいなーっていう気持ちもあったわけ。それこそだから本当に単独に一回人間とに変えて、他にやりたいことあるんじゃないかなとか。プロは引退したけど別にスノーボードやめるわけじゃないし、そうスノーボードは全然やるよ、好きだし。逆に人間としての自分を追求したくなったみたいな。そういうこと。だからスノーボードは続けるけどプロはやめて、人生っていうその長いスパンで見た時にまた新しい自分としてまた歩んでいきたいなと思って、今だからそうやって歩んでるところですね。この企画で人生を冒険に例えてるんですけど、本当にただ単にステージが変わっただけで冒険は続いてて、そういうことです。かっけえかっけえかな、かっこいいかな、そんな感じ。ありがとうございます。これがじゃあタカ君のコンティニューをしてきた理由ってことです。そうだね。あとはやっぱり単純に楽しいからだよね。何事もね、それがやっぱ大事なんですかね。大事。やっぱ楽しいって大事。楽しむって素敵仕事していく中で、スノーボーダーとして特に初めての達成感、レベルアップしたなみたいな瞬間ってどんな感じでした？そうね、結果で言うねあれば、カナダに1年行ってた時に、その地元の大会で優勝した時とかは、一番スノーボード人生で嬉しい出来事
だったかな。おでも常にこうやっぱりね技を習得しようとこう練習とかしてるから、はい達成感みたいなのは日々うんやっぱそれがあるからこうやめらんないしみたいなのは、いろんなトリック覚えて、そうそうそう、わできたとか、結構若い頃はその大会とかもいっぱい出てたんですか？そう出てた、競技でやってたスノーボードと、うんこのスノーボード作品としてというか、うんうん、ブランドとのうん多分仕事が多かったと思うんですけど、そうだね。やっぱ結構なんかどっかのタイミングでそこは変わったんですか？タイミング的にはね10年ぐらい前までは、は DVD とかい、うん雑誌はいがまあ主なその表現の場だったんだよね。はいでやっぱり SNS、YouTube ができてからは基本やっぱりみんなこの個人のアカウントだったりとかで表現する方法が増えたから、はなんかだんだん徐々にやっぱり大会、まあもちろんまだ大会あって出てる人たちもいるけど、い、結構じゃあそのタイミングうでん、こう切り替える人もいたというか、そうだね。そういうプロスノーボーダーとしてのあり方も時代とともに時代とともにね変化していったかな。それ面白いですね。うんじゃあまあ初めてのレベルアップはその大きい大会、カナダの大会で優勝した時。そうかな。常にレベルアップをこう目指してというかね。逆にそのブランドでそういう出来事とかもありましでも前はショップに卸してたた？あ、そうだ。からその時はやっぱり展示会出して、オーダーいただいて、で各お店に回って納品させてもらってみたいなことはなんか自分が作った商品がこうやってお店に並ぶってすごいことだなっていう達成感というか嬉しさはあったし、やっぱりそれを着てる人に出会ったりとかさ、そういうのとかはやっぱ数年前嬉しいよね。次が、まあ、これまでのうんダメージログというか、うんゲームでいうと、ね、どんなバトルをしてきてどんなダメージを受けてきたかみたいなことを聞いてるんですけど、うん、まあ、スノーボーダーとしてね、うん実際にめちゃくちゃ怪我もしてきてます。しましたよ。まあ怪我はっていうと、はい、手術が1,2の3,4の5多分6回ぐらいしてる。膝3回してて腕3回してて、ね、結構大きい傷もありますもんね。そうそういうダメージはまあ幾度となく、一番自分の中でうん、でかかったダメージってその怪我ってなんですか？一番でかかったのはやっぱ腕の骨折、骨がこうもうぼっきり折れた時は分かりやすく大怪我まあでもさ、はい、怪我したとこが痛いっていうのはさ、まあ治るし、うんまあ、生きてる証拠でもあるし、そうね、メディアに出たこととか、はいはいまあ、は他にも、まあ、プロを、ね、20年間もやってるっていうとい、うんうん、楽なことだけじゃないと思うんですけど、うんなんか挫折とか失敗とかうんうんっていうのもありましたか？ありますね。なんかねでもうんスノーボーダーとしてやってる時はまあ楽しいし、なんか怪我してもまあしょうがないかみたいな感じなんだけど、まあ、それこそこうプロを引退することになったんだけど、その前はどうしていこうかなみたいな気持ちがやっぱ大きくて、やっぱ子供の時からスノーボードの、ね、プロになりたいって思ってて、で実際慣れたし、はい、もうスノーボーダー、プロスノーボーダーになって有名になりたいが、夢だったから両方叶っちゃってたじゃないですか。それは叶ったのよ。うんテレビにも出ることできたし、うんじゃあその夢叶いました。でプロとしての年齢も迫ってきます。次俺目標ってなんだっけみたいな、何を目指せばいいんだろうみたいな、ちょっと迷子じゃないけど、そうそれにこう、まあ、コロナとかもあったし、その一応知名度があるからなんかしなきゃなみたいな、プレッシャーも自分でこう背負ってたし、なんかその時すごい焦り、気持ちがめちゃくちゃ焦ってて、その時は結構なんかこう落ちるというか、
心ここにあらずみたいな状態にはなることはあって、辛いというかね、なんか放心状態な時期があって、なんかそれをまあ今は乗り越えてると思うんですけど、乗り越えられたきっかけとか出来事とか、もしくはなんか自然とこう、治ったのかみたいな。とにかく自分と向き合うことに集中して、それこそ本とかも読んだし、なんかスピリチュアルなこととかもちょっと勉強したりとか、哲学もそうだし、人生とか人間とか、そういうものにしっかりこう向き合う時間を取ったから、なんかそれでなんかそんなに焦んなくてもいいし、自分らしく生きればいいじゃんみたいな境地にこう落ち着いて、だから今はすごい明るく、元気に生きてるみたいな感じ。昔のタカ君みたいな。そうだね。だから俺からしたら、いつも変わんないなって思うけど、やっぱりタカ君でもね、落ちる時は。いやそうだね。だから5年前ぐらい、それこそコロナ真っ只中明けぐらいですか。明けてぐらいの時はもうなんか覚えてないかも。なんか結構落ち込んでてね。いやでも俺も経験したっすけど、やっぱなんか自分の中で世間の期待みたいなのを大きくしすぎちゃって、意外とね世界ってそんなこと気にしてないし、そうだね、自分のことなんか気にしてない、自分のこと気にしてるの自分だけ良くも悪くも。でもそうやって考えたらさ、好きなことすればいいし、そうっすよね、焦る必要もないし、自分のペースで生きればいいじゃんっていうところに気づいて、なんかやんなきゃみたいな、俺は何ができる存在だとかさ勝手に追い込んで背負い込んで、でもそんなことしなくてもらしく生きてればそれでよかったっていう。素敵っすね。まあタカ君のダメージログ聞かせていただきました。こんな感じでのほほんといいっすね。いいでしょ。農業なんかいいっすね。いいよね。次の質問なんですけど、こう生きていく中で大切な仲間とか支えになってる人だったり言葉とかってありますか、タカ君。支えになってる人で言えばやっぱり妻ですね。朝来た時も2人でトラクター乗ってる姿もめちゃくちゃかっけえし、なんか微笑ましいというかパートナーって感じだよね。本当に支えてもらってるし、支えていきたいなと思うし、スノーボードしてる時期とかも一緒には行けないけど、朝俺が5時出発だろうが4時出発だろうがおにぎり作ってくれるし、見送ってくれるし、たまに2人で車中泊旅、犬も連れてね行ったりとか、2人で YouTube もちょこちょこやったりとかするし、でスノーボードを引退してこれからは2人でなんかもっといろいろやっていこうみたいな風にはしてるから、支えになってる人といえば嫁さん、妻。やっぱこのライフスタイルって、東京とは真逆じゃないですか。多分スノーボーダーにしても、スポーツ選手だし、それを支えられる人、添い遂げられる人ってすげえなと思って。嫁さんは東京出身でさ、長野に住んだこともなかったし、家族もね東京だし、友達も東京だし、もう俺という存在一人で長野にこう来てくれたってすごいことだなって本当に素敵な思うし、感謝だし、こうタカ君の人生の新しいこう一つの意味になったというか、そうだね。2人で生きていく、ではテーマになってるかな。俺もいつか近い未来かもしれないですし、そういう素敵なねパートナーと過ごせるみたいな、ありがたいね。俺も憧れますね。ありがとうございます。この箱についた泥を落とします。やっていきます。お願いします。
次の質問。はいいろんな仕事をしていく中で、タカ君が自分のなんか一番の武器だと思うものって何ですか？メインウェポンというか。生きる上での、でもいいですか？もちろん。僕のね武器は人柄かなって思うんですよ。激しく同意です。ただそれはなんか全然それは自慢とかじゃなくて、でこの人柄っていうのはさ、家族だったり、友達だったり、先輩だったり、なんかたまたま見つけた本とか、YouTube かもしれないし、それこそショーンもそうだし、なんかそうやって出会った全てのもので人柄って構成されてると思うんだよ。人柄がいいからっていうのはもう本当に出会った見た全てのもので構成されてるから、すごい感謝だし、自分の中ではそれが武器かなと思うし、それはみんなのおかげっていうところはありますね。その謙虚さはどこで身につけたんですか？やっぱりタカ君の良さって、スノボやってるかっこいいタカ君とかも当然いるっすけど、いつも笑顔でなんか冗談を言ってる優しいタカ君みたいなその人柄の良さはマジでなんか本当にそうだなと思います。やっぱその人柄があるからね、素敵な出会いにも恵まれるんだろうし、さらにその中でなんかいいところを吸収して、その謙虚さみたいなところ、こんな俺が何様だよって話ですけど、いやありがとう、嬉しい、憧れますし学ばせていただいてます。ありがとうございます。今後も磨いていってくださいと言って。わかりました。大学のメインウェポン、人柄です、なんか人に恵まれる運というか、自分のなんか一番の取り柄は、周りに恵まれてんなっていうのは、周りの人から教わったこととか、なんか人を大切にすることみたいなのをちゃんとやってるから、いいものが巡ってくるのかなみたいな、思いますね。ないものばっかり自分でどうにかしなきゃなとかさ、できねえことはできねえですもん。そうできねえことはできねえ。助けてもらうとこは助けてもらうとか、甘える能力みたいな。そうだね、大事だね。大事っすね。ここもタカ君ちの水田ですか？そう、これ3枚でも他にもあって、さっき手伝ってもらったところもまた別のところで、結構なんかいろいろ点々とあるんですか？そう、点々とあって、今年からまたちょっと増えて、なんか近所の人も後継ぎがいないし、ちょっと体力的にもきついっていうんで、やってくんないって言われたところがあったりとかして、ちょっと増えてて、だから、俺たちももっと兄弟たちも、親父にもっと協力して行かないといけないなと思ってて、発信っていうか、して農業いいなとかいう風になってもらえたらいいなと思うし、そうですね。そういうのがこれを見てる人にもなんかね、もしかしたらいてくれるかもしれないんで、そうだね、そうなんで、ちょっとこの辺りで次の質問もいいですか？いいですよ。例えばゲームだったらジョブチェンジとかもあったりするわけじゃないですか。でタカ君もまあいろんな肩書きをこれまで背負ってきたと思うんですけど、例えばじゃあ全く違う別の人生とか、別のルートがあったとしたら、どんなのがあったと思います？なんかもうでもそれって想像できないというか、一個の違いで全然人生って変わっていくと思うんで、出会いにしても行動一つとってもそれだけでもすごい人生って変わっていくから、別の人生があったかとかはちょっと無限すぎて、それって逆に今の人生がもう好きだから、何一つ変えたくないみたいな感じ。それもそうだね。だしたらればを言ってもさ、まあね、今に俺は本当に満足してるし、過去を憂うこともないし、いいですね。それもなんかでも素敵な答えですね。やっぱ失敗いっぱいしてきたけど、でもそれがなかったら今はないじゃん。ただね、これ憧れ、
お笑い芸人になりたかおーなりたかったなみたいなのはその本当に一個違うその例えばの話で言うとあるけどね。俺でも逆にうん遅くないいや遅いでしょ。遅いでしょ。その姿も全然想像できるんですけど、うん。やっぱり、まあでもね人に喜んでもらうことは好きだし、は笑ってもらえたらうんいいじゃん。気持ちいいし。ね、テレビの前のとかね、観客さんお客さんをいっぱい笑わすことはできなくてもでも、うん身の回りの人をこう笑顔にできるあそうだね力はあるじゃないですか。そういう人でうんありたいなと思うし。ね、うん。それもちょっと、まあ、全然違うかもしれないけど叶ってるというか、うんうんね、おもろいタカ君ですからね。うんうん。次は何やりますか？今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございまし助た。かりました。ありがとう。めっちゃ楽しかったです。本当？あれのワシャワシャとかうん結構腰にくるっすね。そうですよ。結構地味な仕事は多いんだけど、うんまあでも外仕事って気持ちいいしね。うん、いやマジ気持ちよかったです。うん。てかね、この空の広さ、こう来る途中うん四方山じゃないですか。そすごいとこっすよね。う。まあね。風通しもいいし、うん。山に囲まれてるのがうん長野県なんで。最後じゃあうん。うん。もう2個ぐらい質問あるんですけど、じゃあちょっと休憩しますか、僕のいいっすか？小屋で。はいちょっと。じゃあお邪魔します。どうぞどうぞ。お疲れ様です。コーヒー飲む。いいですか？どうぞ。いただきます。でもなんか仕事終わりちょっと甘いの欲しくなりますね。ね。体を動かすと。うん。じゃあ乾杯。はい、お疲れです。大体いつもこんな感じでうん。午前中からうん。やってご飯食べてだったり、まあ午後もある時も全然あるし、ううん。午前中で終わる時もあるし。本当に普段こんなに自然目にすることないんで、そっか。ここにいるだけでなんかいい経験できてるなって思いますね。マジか。その次の質問なんですけど、はいはい。タカ君がうん。思う今の自分の現在地、まあ、セーブポイントって言うんですけど、うん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 。ってどんな感じですか？これまでやってきたはいはいはい。こととかうん。から見た今の自分というか、目標に対して今何パーセントのところにいるとか。そういう意味で言うと今の現在地はスタート地点かもしれないですね。プロスノーボーダーをやめてなんか自分っていうものをこう深掘ってたこの数年、でも自分ってこうありのままでいいんだとかそういう気づきがあって、活動としても嫁さんと2人で何かやっていこうっていうところなんで、だいぶ大きな節目っす。そうだね、節目だね。やっぱ40っていうところでの自分で節目を作っているのかもしれないけども、今が節目でスタートラインなんじゃないかなっていいっすね。思いますね。今がスタートライン、うんそれが今のセーブポイント。うん、そうそうそう。いやでもめちゃくちゃなんかいいっすね。うん一つのこの、まあ、キャリアが終わったというか、うんうんまあ、プロスノーボーダー20年の節目でもあり、うんいろいろなんかうん人生としても次のステップに進むためのそうスタートラインみたいな。そう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 。だからすごくね楽しみなんだよ。ね今めちゃくちゃ楽しいよ。先日翔平君とうんこの企画スタートして、でうん今回タカ君にもインタビューさせてもらって、うんでこうして僕とモグとカメラの裏にうんモグっていうのがいるんですけど、うん2人でねお互い会社をちょっと前に辞めてて、うんなんか新しいことを、まあ、始めるにあたってうんちょっと一緒にやってくんないかみたいなので、まだわかんないし正直これが、ね、どうなるか受け入れてもらえるのかとか、うんそれでもこうしてねうんタカ君とか翔平君とか周りの、ね、素敵な人たちを通してなんかこういろんな人の話を聞いて、まあ、昨日今日ですげえワクワクしてるんで、うんこっから先もこれが続くんかって思ったらうん不安もあるけど、うんそのワクワクみたいなのはめっちゃわかるです。いいよね。やっぱり人生って楽しいものだと、まあ俺はそういうふうに定義してるんで、人生は楽しいものっていうふうに自分の中で、そうそうそう、いろんなこと挑戦するのも楽しいし、久々に会って話するのも超楽しいし、奥さんと新しい挑戦も本当に今から楽しみだしね。このままちょっと最後の質問はいはいはい聞いちゃってもいいですか？はい。まあ、今が節目でうんうんスタート地点ってことなんですけど、次のクエストうん
まあ次のステージでもいいですし、うんこれから目指す場所とかものうんって何がありますか？ライフスタイルで言うと、今長野にまあこうやって住んでて、まあ、農業とかもやってるんだけど、いろんなところにもっと行きたくて、旅もそうだし、あとはその拠点とかも移していきたいななんていうのも思ってて、そうまあ 2拠点になるかな。もちろん農業があるから、ここにシーズンは帰ってきて、帰ってきたりとか、海の近くに住んだことがないんですよ。まあそうですね。生まれがこっちって言ったら海遠い。日本が行こうが太平洋行こうが3時間かかるのね。遠いですね。遠い。でも海大好きなの。うん釣りとかもするの好きだし、だから海の近くで住むのが今世の中ではすごい憧れてて、いいっすね。まだまだね俺人生長いと思ってるから、海外に住むかもしれないし、まあ、人生をもう旅のように暮らしていくのが、自分の中ではそれが、まあ、ゴールっていうか、今の目標、まあ車ね、さっき見せてもらったりしましたけど、旅が好きでしょうし、大好き。ライフスタイルとしても2拠点だったり海の近く、そうなんかすごいですね。僕の年とかもそうですけど、31になって、ね、周りの友達も家買ったりとか、大体この年になるとどっかに腰を据えたりしがちだけど、逆になんかもういろんなとこに今から行きたいなって。一つの生き方として、そっちもすげえ憧れますね。どういうとこ行きたいとか決まってたりするんですか？今はね、三浦の方か、わかんない、伊豆とか、ちょっとそっちの方で今ちょっと考えてて、海綺麗だし、でもっとね年取ってきたら動物をたくさん飼いたくて、俺動物大好きだから今も犬2匹飼ってるけど、鶏飼って卵を産んでもらったりとか、ヤギとか本格的に自給自足ぐらいのそうだね。それをもっと本当に年取ったらそういうことしたいなっていうのもある。本当のそのまあライフスタイルとかじゃない部分で言うと、心の自由というか、もっと心が軽くなるような、まあそれ生き方っていうよりも自分の中でのその心の探求というかね、なんか幸せに心の中をもっとこう磨いていくというか、確かに目標というかね、そういう風になっていきたいなっていう風に今思ってますかね。今後ともね、中間報告しながらお互いさあ俺が移住したらさ遊び来てよ。どこでも行きますね。ちょっといろんな話また聞かせてください。ああもちろんです。ありがとうございます。今日はありがとう。楽しかった。改めてこう自分をこう見つめる機会をもらったし、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ我々は東京に帰ります。ありがとうございます。ありがとう。またお元気で気をつけて帰ってね。奥さんにもよろしくお願いします。またよろしく。ありがとう。ということで、タカ君の畑仕事を手伝って、人生で初めてでしたけど、体を使うし生活に直結する食べ物を作るっていう、なんかすごい感慨深かったですね。すごい大変な作業だけど、これがなんか人の食卓に届いたりとか生活をなんか支える仕事なんだなっていうのをすごい感じました。やっぱりタカ君素敵な兄貴でした。でもやっぱそんなタカ君でもね、へこんだ時期とかあったっていうし、まあ誰でも人生へこんだ時とかへこむ時っていうのは来ると思うんですけど、それでもこう自分と向き合ってそれを解決して、このいくつになってもね、挑戦を忘れないとか夢を持つってことはすごい大事なことなんだなと思ったんで、ちょっと夢をね追うかどうか悩んでる人たちがね、これを見て元気になってくれたらいいなと思います。じゃあそういうことでね、今日はタカ君の冒険談を聞かせてもらったんですけど、次はどんなクエストに出れるのか、どんな冒険談聞けるのか楽しみにしてます。それでは皆さん、また次のクエストでバイ。